はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。お待たせしました。美味しいと覚えていますか？ 5 日間巻くだけでお肉が美味しくなっちゃう秘密の道具です。今回は美味しいとを1ヶ月巻いてさらに美味しくしちゃいます。それでは早速やっていきましょう。これは巻くだけで美味しい5日間冷蔵庫で熟成美味しいとです。以前このシートを使って5日間熟成させた動画を投稿しました。思ったよりお肉に変化がなかったので、今回はこの美味しいとを使って30日熟成させます。改めてこのシートを紹介すると、このシートを肉や魚に巻くことによってタムニジウムという菌を付着し、この菌が肉や魚のタンパク質を食べて成長し、肉や魚を悪玉菌から守り、また酸化も防いで鮮度を保つ役割をしてくれるそうです。タムニジウムとはマット状に生える毛カビでゆっくりと成長する菌です。香りは優しく、素材の香りや味わいをキープしながら熟成することができ、熟成香を追い求めるのではなく、融点の低下や柔らかさ、旨味を伸ばすのに効果があるそうです。なんだか難しいですね。何はともあれ、まずは熟成していきます。今回熟成していくお肉はこちらのお肉です。25度以上で保管すると、このシートについている菌が死んでしまうため、冷蔵庫で5度以下で保存するのがいいそうです。やっぱり特に匂いなどはありません。強いて言うなら布の匂いです。フックに吊るして冷蔵庫に入れて1ヶ月待ちます。5日で美味しくなるということは、30日巻けばきっと6倍美味しくなるはずです。楽しみですね。それでは1ヶ月経ったので見てみましょう。5日の時とは比べ物にならないくらい血が滲んでいます。布を外して中を確認してみましょう。もしこれが傷口の絆創膏だとしたら、悶絶しているレベルで肉に美味しい糸が張り付いています。布を剥がしているだけなのになぜか痛々しいです。表面は水分が抜けてカリカリです。カットして中を見てみましょう。今までに比べてなぜか発色が良くなっています。触ってみるとしっとりとしています。ここまで赤さが際立ったのは初めてですね。周りに少し布の繊維がついてしまったのでトリミングしていきます。今回も何もしていない同じブランド産地の1ヶ月真空保存したお肉と比較しています。見た目には違いがかなりあります。それでは早速焼いてみましょう。焼いている感覚は特に大きな違いを感じません。実際にどうなったのか食べて確かめてみます。いただきます。今日はアサヒビールのマルエフを飲んでみます。ここ最近コンビニやスーパーでも一時品薄が続いていましたが、また普通に手に入るようになってきました。1986年に低迷するアサヒビールを救った通称マルエフの復刻版です。マルエフとは丸に F で社内の開発記号だったそうです。F とはフェニックスの F で、後に不死鳥のフェニックスは P だと気づき、フューチャー幸運の不死鳥に変えてマルエフとしたそうです。この翌年に発売されたアサヒスーパードライが爆発的なヒットをして、マルエフは徐々に姿を消していきます。色は綺麗な黄金色で、アルコール 4.5% とアサヒスーパードライの 5% に比べると少し低いです。口当たりは滑らかで、スーパードライに比べると苦味を感じます。寒くなってきたこの季節だからこそ、ごくごく飲むのではなく、少し落ち着いて飲めるビールです。それではエイジングシート熟成肉食べてみます。まずは何もしていないお肉です。牛の味をしっかりと感じます。真空保存していてずっとドリップが触れている状態なので、少し血っぽさを感じます。それでは熟成肉食べてみます。明らかに味が違います。ふわっと口に広がる風味が強く、角が取れた印象です。加工したハムやベーコンのような味を感じます。油部分はねっとりとしていて、今までにないまた違った変化です。肉質は少し柔らかく、歯切れが良くなっています。同じシートを使っても日数を変えるだけで変化が強く感じられるのも面白いですね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。エイジングシート1ヶ月熟成肉いかがでしたか？もしかしたら今までのお肉も日数を変えたらまた違った変化が見られたかもしれません。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。